名言だなと思う漫画やアニメのキャラの言葉。今日の都合で魂を売った人々の決定などは明日にも崩れるものさ。言葉の内容もさることながらこの言い回しが良いんだよね。だが怖くない人生などその本質を書くノフベルトさん。生きてるんだから怖くて良いんだよってセリフが好き。君が立っている大きな壁は重いけど扉なのかもしれないよ。ブラックジャックによろしく。煮詰まった時にこれは次のステージに続く扉だと思って頑張ってる。声なき者の歌。女郎上がりの嫁をいびる母親に若様がうまく収めた後に言った言葉。家庭内は政治力が必要。感情的にぶつかるのは握手だよね。信用とは相互関係であり駆け引きではない。ハッとさせられた。障害者の雇用は社会的な意義もあるし積極的に進めるべきだ。補助金も出るしね。でもどこの職場も欲しがるのは結局ちょうどいい障害者なんだ。みーちゃんと山田さんのこのセリフ。24時間テレビに出るのもちょうどいい障害者。考えさせられる言葉だ。空は赤い川のほとり。無実の罪で少年の絞死刑が執行されようとしている場面で有利皇族の権力を指示で使ってはダメだに続く次のコマ。何言ってんの。身分ってのは上の者が下の者を守るためにあるんじゃないの。権力があるならこんな時使わないでいつ使うのよ。上に立つ人がこんな人たちばかりならいい国になるんだろうなと思う。子供なんか産まない方がいい人間に限って軽々しく子供を産むんです。それでも親を愛する子供たちから養護施設の園長のセリフ。重みが違った。こなしになんで産まないの。少子化なんだから産みなさいよって言ってる人いるけど自分が子供育てられないって考えて選択してるのは尊重されることだよね。なんと私は自分が 100% 許されることを期待しながら相手を 1% も許さない人間だったのよ。他人を許す、他人を引き受ける、それができなくて何が愛よね。お見合いなんか何度やっても同じよ。いろいろ思うところがありすぎてゾッとしたセリフ。やられたことで自信なくさんとやったことで自信持てよ。サムライカーさんプラス。かなり心に響きました。誰かに否定された事実ってのは自分に価値がないという証明ではないってことだよね。ありがとう。いい言葉だ。敗北にこそ才が必要だ。敗戦の中で何をどれだけ見出すことができるのか。歴戦の価値はその能力で決まる。負けてもいいんだ。それも自分の力になるって思えたセリフ。自分の非を認めるのも勇気いるよね。でも悪いことをしたと思ったんならその罪悪感で一生苦しみなさい。どうしようもない罪悪感と自己嫌悪を背負って一生苦しんで心の中でのたうち回りながら生きなさい。葉山母のセリフ。自分の子供に対してなんて容赦のないセリフだろうと思ったけど自分の子供を戒め育てるための強い言葉だと読み返して気づいた。人はいいものを買うんじゃない。みんなが知っているものを買うんだ。ブランド品ってだけで自分の求める性能じゃなくても買う人を見た時に思い出した。俺は翼や日向のような天性のサッカーの才能はない。だから練習するんだ。才能のないやつは努力するしかないんだ。でも努力できるってことも才能の一つだと思う。私は継続した努力ができない。負けは今の力の認識であっても弱さの証明ではない。君たちの何もここで終わらない。その通りだと思った。負けは弱さの証明じゃない。試験に落ちるとかもそうだよね。現状の力の認識であって頭が悪いとかそういうことではない。君たちが合格できたのは父親の経済力、そして母親の狂気。2月の勝者のこのセリフ、ぶっ刺さった。もちろん子供の頑張りありきなんだけど、数年間サポートし続けて合格までメンタルも体調面も持っていくってほんと狂気以外の何者でもない。バカはろくでもないものに金を使う。賢いやつは自分の成長のために使う。銀のさじのひいおばあちゃんのセリフ。金の使い方ってその人の生き方が出るなって。一人でいるのと一人になっちまうのは違うよな。七の安のセリフ。なんかずっと頭にあるな。私たちが子供の頃と比べてケーキが美味しくなりすぎてない？絶対美味しくなりすぎてる。種類も格段に増えたよね。早寝早起き、整理整頓、運動する、食べ過ぎない。この自分自身との小さな約束をどれほど達成しているかが信頼につながりその人の見た目につながります。かなり本質をついた言葉だと思った。他人からの信頼もあるけど自分自身への信頼って意味もある。人に優しくされたことがない人生だから嬉しかったんだよ。そういう人って惚れっぽいじゃん。すごく現実味があるけどすごく切ないセリフだなって。人のせいにしたって解決なんかできねえんだ。お前自分でなんかどうにかしたか？
この先理不尽なこともいっぱいあるだろうけどよ、結局お前が自分で何とかするしかねえんだよ。世の中理不尽だらけだから対処する力をつけるしかない。ドラえもんの SL 煙突の回で SL に憧れるのび太に対して言ったセリフ。人間って自分に持ってないものに強い憧れを抱く。あんたが年を取れば私も年を取る。それでいいじゃないか。誘白で限界がとぐろかっこ弟に言ってた言葉。大層なかっこいい言葉使うよりこういう一言の方が響くね。そしてこれ少年漫画で男側には傘に固執してる役をさせるのが深いよね。普通は女がされがち。心が広いなんて人は多分誰のことも何のことも好きじゃないのよ。嫉妬してしまうことに対しての言葉。これはわかるな。心が乱されない相手ってことなんだろうな。学校、あそこの本質は勉強ではなく集団に染まることだと思う。集団から外れた人間は見下され攻撃される。天国にも地獄にもなるシビアな場所。さながら社会の練習台。ネットでも意見が真っ二つになるわけだ。学生時代に戻りたいなという人もいれば、学校なんか二度とごめんだという人もいる。しんのすけとみさえがアクション仮面の映画を見に行きたい。アクション仮面が敵に敗北し心がすさむシーンでしんのすけは寝てしまう。それを見たみさえが言ったセリフ。スタッフはヒーローの苦悩やお涙ちょうだいだとか、大人向けの話を書きたがるけど子供にとってはそれは退屈なだけなのよね。作り手が語りたいものと受け手が見たいものは必ずしも同じではないよなって。最近の映画は子供向けも変に凝ってて泣かせてきてこのあたりの本質が見失われてる感じがした。お前のためにチームがあるんじゃねえ、チームのためにお前がいるんだ。スラムダンク安西先生。しかしながら安西先生は大人になってから読むと指導力に疑問を感じる。安西先生は才能のある生徒には真剣に教えるのに他の部員はほぼ無視だもんね。なんなのさっきのプレイは、負けることを怖がるのはおよしなさい。たとえ負けても私はあなたに責任を押し付けたりはしない。それより力を出し切らないプレイをすることこそを恐れなさい。これはスポーツのみならず普遍的に通じる名言だわ。お蝶夫人は名言多いよね。西高卒業する時の私はあなたに全てを伝えたわ。あなたはそれをより高めて後輩に伝えなさい。それが伝統を受け継ぐ者の役目よ。も好き。すごすぎないか。これ少女漫画なんだよね。昔の子供たちって良いもの読んでるな。何かを変えることのできる人間がいるとすればその人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。化け物をもしのぐ必要があるのなら人間性さえ捨てることができる。何一つリスクなど背負わないままで何かを変えるなどできないだろう。アルミンのこれは真理だと思う。だがそれがいい。ピンチやストレスをあえて楽しもうとする姿勢がいいですよね。いろんな言葉をまとめてきましたがまだまだ紹介したい言葉がたくさんあります。皆さんの心に残ってる言葉も教えてください。動画にさせてください。意外な人が描いた漫画キャラの絵を紹介した動画も見応えがあります。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。